樹氷が溶け始めたっておっしゃっている方もいたので、絶望しながら蔵王に向かったんですが、しっかり樹氷を見ることができました。まずは道路の状況です。日の出前の東北自動車道はマイナス1度からプラス4度くらい、凍結注意のアラームが出る気温です。ロープウェイ近くの定時路に突き当たるまで路上に雪はありませんでしたが、ところどころ凍結はしていたみたいです。東北自動車道安達太良サービスエリアに立ち寄りました。ここが最後のレストランで24時間営業のフードコートがあります。麺類がメインですが、カレーやソースカツ丼も選べます。2階のレストランは11時からの営業です。入り口ではウルトラマンティガが出迎えてくれます。ちなみに上り線にはセブンが立っています。円谷英二さんはこの近くでお生まれになったということらしいですね。目的地まではまだ2時間くらいかかります。あずまパーキングエリア、最後のガソリンスタンドがあります。高速を降りてからもガソリンスタンドがあるにはあるんですが、中央分離帯があったり、地域的にガソリンの単価が安くないという口コミも見たので、降りてから給油するメリットはあまりないのかなと思いました。目的地まではまだ1時間半くらいかかります。南陽パーキングエリア、最後のパーキングエリア、最後のトイレ休憩です。目的地まではあと40分くらいです。山形上山インターを出て、大鳥居をくぐるとだんだん雪深く、坂道もきつくなってきます。大森ゲレンデがこんな手前にありました。ここは一番下のゲレンデですが、ここからロープウェイのところまでまだ3分くらい走ります。蔵王温泉スキー場は巨大ですね。除雪されているので安心して走行できますが、雪が残っていたらどうだったかなと思うようなきつい坂が何箇所もありました。道路管理の皆様には感謝しかないです。ロープウェイ近くの定時路まで来ましたが、ロープウェイの駐車場は通り越して、もう少し先へ行ってみます。黒姫駐車場は地蔵山山頂への便が良く、駐車場が空いているし、黒姫クワトロは高速で空いているという評判でした。黒姫の駐車場までここから5分ほどですが、路面の状況など見ていただきたいので、ノーカットでお送りします。除雪されていますが、ここからは交通量が少ないせいか、雪が残っている場所が結構あります。一応四駆でスタッドレスを履いているので、特に不安はありませんでしたが、この区間だけは雪道という雰囲気を残していました。先週までのカンタはどこへやら、この日は天候に恵まれました。一応先月と同じフル装備を用意してきたのですが、車を降りた瞬間、ダウンは不要だと分かりました。長袖 T シャツとセーターの上にシェル。一本滑った後はシェルのジッパーを開けないと暑いくらいでした。青空に雲一つなく、これで樹氷が見られたらもう最高です。一瞬黒姫ゲレンデに着いたのかなと思ったんですが、本当に広いですね。
大森クワトロの下を通ります。このトンネルの上には大森ジャイアントコースがあります。黒姫ゲレンデ駐車場です。正面に見えるレストランの横を上がり、リフトのところまで滑って降りてチケットを買います。名刺サイズのリフト券は IC チップ読み取り式です。黒姫クワトロ。フード付きだから景色が見えないなと諦めていたんですが、手すりだけ残してフードだけ上げることができるのを隣の方が教えてくれました。晴れていて暖かいので、この方がずっと気持ちいいです。リフトの両脇の木が凍っています。樹氷ではないですが、真っ白に凍った繊細な枝の模様が青空に映えてとても美しいです。クワトロの終点から少し滑って樹氷高原駅まで行けば、山頂へ行くロープウェイに乗り継ぐことができます。パラダイスペアリフト。このリフトも両側に咲いた氷の花が綺麗でした。このリフトの下を通るのはパラダイス迂回コースです。
左側に見えてきたのは上級者用のザイラーコースです。ペアリストの終点は樹氷原コースになっています。ユートピアペアリスト。前半は割愛しますが、このリストの後半は樹氷の中を進んでいきます。下を走っているのは連絡コースです。すぐそばをスノーモンスターが通り過ぎていきます。リフトの終点は樹氷原コースです。樹氷高原駅、ロープウェイに乗って地蔵山頂まで行きます。スキーを手に持ったままロープウェイの中に入ります。
頂上に着いたら、とりあえずスキーを置いて階段を登り、屋上に出ます。三里坂の樹氷原コースは100番の看板から始まって数字がだんだん減っていきます。なるべく体を横に振らないようにとは思ったんですが、上の方は結構勾配がきつくてスピードが出てしまいます。コースの真ん中で寝ている人も多いので細かくターンしなくてはならず、これが私の限界です。お見苦しいので途中はカットします。今度は平坦になってしまい、漕がなくてはならなくなりました。ピンク色のスキーウェアを着た方、スケーティングがお上手ですね。全く進まなくなりました。このスキー場ではよくあることみたいです。体力がいくらあっても足りないですね。
お昼はレストラン黒姫でいただきました。黒姫ゲレンデが空いているので、レストランも空いていると予想したのと、麺類だけでなく、ご飯物のメニューもあるからです。デミグラスソースのハンバーグをいただきました。美味しかったです。お腹は膨れましたが、体力は使い果たしたので、早々に引き上げることにしました。最後に、雪の壁に囲まれた帰り道をお届けします。来る時とは違い、滑り終えた後のお昼の帰り道は、とてものどかな気分でした。
動画は以上です。ご視聴くださりありがとうございました。